完璧主義者の方かな。自分の人生はすべて順風満帆にいっているとメッセージが来るね。この方の年下の恋人か、ひょっとすれば息子さんとの圧力を抱えてるかな。そこを自分自身に嘘をついて、自分は全てうまくいっている状態だと言い聞かせている。そのことがこの方の中で陰性のエネジーを生み出し続けている。職場で、その陰性のパワーを放出してるんだけど、あなたは初めからターゲットにされていた節がある。独善的なこの方の思惑の中であなたはターゲットにされていたと。あなたの善良さやエンパス体質っていうのかな、共感力の高さとか優しさを見抜いているよっていうメッセージが来る。だからあなたを最初に見た時から、この子が私の搾取の対象と品定めされていたよってメッセージが来るね。ともかく自分のものの考え方を変えられない人っていうメッセージが出てくる。自分の中にある不安を全部自分の荒屋敷の深い奥の方へ追いやって対峙したくないっていうそういう傾向がある方かな。この方がこんな態度だからこのカルマがこの方の年下の恋人が息子さんに出てるんじゃないかな。悪い影響として。私は完璧、自分の人生は何一つ問題がないって言ってるぐらいだから、魂の成長を諦めちゃってるのね。だからいくらあなたが誠実にハートで接しようと思っても、この方には無理。あなたがより良い社会人、より良い人間であろうとしても足を引っ張られちゃうね。潜在意識ではこの方も悟ってるのよ。自分が定時の世界に足止めを食ってしまっていて、次元上昇することができないってことに。だからあなたの精進、あなたが昇華すること、次元上昇することをことごとくくじこうとします。でしかもそれをあたかも正しいことのように独善的なエセ正義を振りかざして行うよっていうメッセージが来る。周りの人たちもあなたが不当に搾取されてるってことは気づいてるんだよね。職場のみんなが口
口には出さないけどこの方のことを嫌ってるよっていうメッセージが来ます。こんな立ち回り方をしているからそれが全部自分に返ってきちゃうんだけど、本人は全くそのサインを受け取ろうとしないのね。だからこの方のカルマがこの方の年下の恋人か息子さんに出るんじゃないかな。プライベートで自分は何一つ問題がないと言うんだけど、実際は問題を抱えていて、そのイライラとか不安がさらに職場でのこの方のね、生体向のような振る舞い、ヒステリックな振る舞いに拍車をかけているよって。やばいよ。この方のこのね、負の結界、マイナスの呪縛の中であなたはどんどん衰弱してっちゃう。エネルギー吸い取られちゃう。不当な形でね。共感力の高いね、あなたに助けを求めてるっていうのが出てるね。助け求められても困ると思うけどだけどあなたの優しさを見抜いてる。その優しさに正直になれればいいんだけど、なれないから、あなたのその善意を逆手にとって悪用するという形でしかあなたとコミュニケーションが取れない。だけど本音では、あなただったら私の気持ち分かってくれるでしょって訴えてるんだね。困るよね。あなたはこの方の母親でもなければカウンセラーでもないから、そんな役割を求められても困ると思う。自分に何一つ落ち度がない、私はとても幸せなんだという、ほとんど脅迫観念に近いんじゃないかな。私は絶対曲げないわよって。この方の情緒も困ってるんじゃないかな、この方の扱いに。おつぼねもおつぼね、とても強い力を持ってらっしゃる方。自由とかね、束縛からの解放、離脱のメッセージが来る。一旦モーメンさん、この方のやっぱり子供なのかな。この方の世界観が苦しくて、この方の持っているカルマがやっぱり息子さんの代で噴出するのかな。だからプライベートがうまくいってると言い張るでしょうけれど言ってないんだろうね。幸せとはかくあるべきというようなオーソドックスな方に脅迫的にとらわれてる。
職場で自分が抱えてる陰性のパワーを不当な形でまき散らし続けてるんだけど、それらは結局ね、全部自分に返ってきちゃうんだよね。因果応報で。仕事自体はできる方だと思うから、周りもこの方のその上長、上のポジションの方もこの方の扱いに困るんだけど、最後はこの方自身も今の職場にいられなくなっちゃうっていうのが出る。あなたがこの方に職場でいじめられてね、不当な形で搾取されて、もう無理っていう段階になった時、ひょっとすればそのメンタル壊しちゃってお医者さん行ってね、診断書もらって、この職場でこういうことありましたよっていうような、この方の職場でのね横暴な立ち回りが明るみになる時、この方はねとても狼狽するよってね、一旦門面様言ってる。あなたにねすがりついてきて謝るって。だけどそれは本当にあなたを気遣ってるんじゃなくて、自らの保身のため。そこまで言っても、そこまであなたをいじめ抜いても、自らのやっぱり保身のことを考えてる。自分の人生に落ち度はないんだって。完璧さを崩されてはいけない。その不安からあなたに、謝罪するよってね、メッセージが来る。ただ結局ね、やっぱり今の職場に居づらくなっちゃうんじゃないかな。こんな状況が定年まで続けられるってことはないはずだよね。今はなんとかね自分のポジションをキープして立ち回ってるけど、難しいんじゃないかな。そしてこの方のプライベート、家庭の問題がやがて、今も問題として存在してるんだろうけど、もっともっと明るみに、なってくるっていうのがね見えますね。あなたは思い切って転職を考えた方が無難かもしれない。この方にされた仕打ちをちゃんと、会社にありのままを伝えて転職した方が無難かもしれないね。この方もいずれ焼きは回るけど、ちょっと頑張るよ。まだちょっとね頑張られると思う。まずこの方とのお付き合いはやめた方がいいね。職場だけにやめられないとは思うけれども、とても良くないですね。妻子持ちのね非常にパワフルな方、ひょっとすれば経営者かもしれないね。社長とかポジションの方とあなたとの関係性が出てますね。
結構モテる方じゃないかなと。で、あなた自身もあなた以外の競争者がいてね、その中で献身的に、お仕事で献身的にこの方の望む要求に応えることで信頼を得ていくと。愛と信頼と出てるね。愛と信頼を得ていくと。ちょっと難しい関係性になるわけだね。あなたも、良いポジションを得るんだけれども、この方はまた別の方と、別の方にあなたに求めたような役割をまた求めるよっていうのが出てる。徹底的にあなたに献身さを求めるのかな。もうとにかく尽くせと。俺のために尽くせばいいっていうような、そういうメッセージがすごく伝わってくる。とても魅力的な方だと思うので、この方のメロな部分に惑わされていると、最終的にはコテンパンにやられるよと。グーの音も出ないぐらいにコテンパンにやられる。恋愛者としても、そして労働者としてもね、もう徹底的にやられるっていうのが出てるね。そのうちもうあなたにとってはこんなこと無駄なんじゃないかって思うような仕事を無茶ぶりしてくるんじゃないかな。無茶ぶりすることであなたを疲弊させる。あなたの上げた功績っていうのは当然そっくりそのままこの方の功績になる。手柄を取り上げられちゃうんだね。だけど仕事と愛の絡みでセパレートしてればね、恋愛だけとかお仕事だけだったら多分もうちょっと動きやすい、対処しやすいと思うんだけど、結構後手後手に回っていくとこまで行ってしまうよっていうのが出てるね。彼が最高気質なのかね、そもそも彼が最高気質なのか。だけれどもこのカードの並びで見るとあなたがパラノイアになっちゃうね。恋愛だけだったら割り切れる。だけどお仕事が絡んでるからこの方の愛の呪縛から逃れられなくて、あなたがひょっとしたらストーカー化してしまうかもしれないね。本当はこの方が悪いんだけどあなたが悪者にすり替えられる。メッセージとしては勇気を持ちなさいだね。自立しなさい、大胆になりなさい、踏み出しなさいかな。この方強いよ。この呪縛はやばいね。生き様だと思うけどね。良き神様だとは思うけど、この並びだとやっぱり生き量と読んでしまうよね。やっぱりね、あなたがやっぱりこの方にもバンバン念を飛ばしてるんじゃない
囚われ尽くしてるんじゃないかな、この方に。この方の持ってるダークゾーンにもうこんがらがっちゃって引きずり回されちゃってんじゃないかな。この方をね討伐するのは難しいかもしれない。あなたがやられちゃう、ベストウェイはやっぱりね早く、離れることだと思うね。仕事も、転職して、でもちろん恋人関係ももう清算した方がいいと思う。もう何も渡さないぞって言ってるよ。お前に何も渡さないって。お前には失望したって逆ギレしてるよ。とてもね羽振りのいい方だろうからね、このまま行くとねいろんな人たちのね念をね、本人はまだ気づいてないかもしれないけどやっぱり背負い込んじゃってんだよね。でそれがやっぱ生活態度の乱れとして出てくるのよ。だからやっぱり50代後半から60代で健康を崩されるんじゃないかな。逆に言えばそこまでいかないとこの方改心できないだろうね。もちろんあなたが飛ばしてるね念もこの方の心身のね弱体化に一役を買ってるだろうけれども、あなたの飛ばす念だけでは倒れない人だよ。だからあなたの方が壊れちゃうから、もうね早く離れた方がいいと思う。悔しいだろうけど、貴重なこの現世で生かされている貴重な時間を、これ以上この方のために使ってはいけない。生き量じゃなくてさ、生き玉、私たちのこう生命力をアシストしてくれるね、この神様が言ってる。とてもね出世にとらわれてる方かな。それは誰しも出世はしたいだろうけど、その出世することに対する意識が非常に強い方っていうのが出てる。だけどあなたの方がひょっとすれば良いポジションにいたかもしれないよね。結構運命的なものを感じている。あなたが運命的なものを、この方との運命的なことを、運命的な出会いであるってことを感じている。でそのことを相手が見透かしてるね。あなたはこの方とのその未来っていうのをすごく期待してる。現実のものとして考えてるけど、この方は反応が鈍いはずだよ。
職場恋愛あるあるだけど、恋が頓挫するとね、結局どっちかがフェードアウトすることになる。あなたもそれはうすうすは感じていたかもしれないよね。だけどこのお相手さんは意に介さない人だよ。負の遺産となってしまった関係性、そのダークなパートっていうのは全部あなたに押し付けちゃうっていうのが出てるよね。このトップに来てるカードが、私は普通にこの方の正体を見破って、あなたは自分にもっと必要な真の価値を求めてこの方の元を去ると。で同時に職場も去ると思うね。ここにいたら多分囚われちゃうだろうから。だけれどもあなたが去ることによってね、この方の機運が落ちてちょっと行き詰まるっていうのが出てるね。罪まではいかないけど罪一歩手前ぐらいまで。ひょっとしたらあなたが何か告発するかもしれない。職場でのアンフェアな取引、この方との。例えばどうだろうね、家庭持ってらっしゃる方とかだとやっぱり相当分が悪いと思うよね。もともとはね、あなたの方が可能性を持ってたんだよね。ひょっとすればはっきり力をあなたの方が持ってたかもしれない。同等か、それ以上の。もしくは可能性があるんだよね。こう未来が期待できるって。だけどそれをしっかりね、この方見てるんだよね。でここで男と女の関係になるといずれポシャるっていうことは分かってるんだけど、それを全部あなたにかつけてしまってね、あなたに責任を取らしてこの方はさらに出世していく算段というものを考えていると。そうだな。とてもね、開放的なスプレッドが来てるね。やはりあなたはこの方の正体を知ってね、自分が本当に求めるべき真の価値とは何ぞやっていうとこを気づいて、あなたは自主性を持って能動的な動きに出ると。そういうことかな。出ないと囚われちゃうからね。この方の三段の中で囚われちゃうから。相当悔しい思いはするんじゃないかな。あなたの一番大切なものも奪われてるでしょ。本当のロマンス、トゥルーロマンスもうこの方に牛耳られてしまってる。だからとっても悔しいだろうけど、この悔しさはやっぱりね、バネにして真の価値、自分が求めるべきものってものを気づくことで、この方の呪縛から逃れられるんじゃないかな。このお相手さんが張った呪縛っていうのは、その出世に関する三段の罠のその要素が強いかもしれないね。そのロマンスに関してはあなたの方が強く惹かれてたっていうメッセージが来るよ。あなたがのぼせ上がってしまったよって。
これはまあ小康状態とかね、現状キープの力があるんだけど、ただもう過去のものになってるからね。こっちのやっぱり、能動性、自分が積極的に自分軸を持って動くというパワーの方が強いからね。ちなみにこのカードはね、真の価値に気づく。まあ捉えようによっては、その自分がもともといた場所に帰るとか、自分が知っていた本当に良かったもの、その良さにもう一回気づくっていうことなんだけど、ただそれがこの方との関係、この職場となると、まあここに戻っちゃうわけだけど、ただとても開放的なエネルギーが来るからね。星神さん来たね。やっぱりね、この方との出会いにあなたが運命的なものを感じてるんじゃないかな。同じ星のもとに生まれてるとかさ、まあ、ツインレイっていうほど激しくはないかもしれないけど、類婚とかね、同じ魂のなんか片割れ同士みたいな、この現世を生かされてる、今回のこの現世におけるね、この活動のいい意味での共犯者みたいなさ、ロマンスの共犯者みたいな、なんかそういう夢をあなたが感じてしまったんだろうね、この方にね。それで職場での立ち位置があなたものすごく悪くなっちゃう。あなたばっかりになんか負の側面っていうのが全部こう来ちゃう。でそれをまたあなたが良しとしてしまう、構図がある。だからやっぱこの方に本当の、ロマンティックな部分っていうのはやっぱ感じてたのかなっていうのが見えるね。だけどここに戻っちゃダメだよ。ここに戻っちゃうとあなたもこの職場で一生辛い思いしなきゃいけないよ。一生っていうかまあ退職するまでね。退職してからも辛いんじゃない？そこまで積年の思いを積み立てたら。このお相手さんはものすごくビジネスライクだからね。出世命だから。自己顕示欲、承認欲求、それらがこの彼の原動力になってるかな。まあもちろんそれだけ求めて突っ走り切ったら最後の最後振り返ったら人生すっからかんになっちゃうけどね。この現世俺は一体何のために生きてたんだっていう最後に強烈な失敗が来るだろうけどね。ミスったっていうね、何のために俺生きてたんだって。まあ類婚だとしたらさ、それを気づかしてあげるのがあなたかもしれない。生きることの真の価値。まあその承認欲求とかね、こう名誉欲が悪いとは言わんよ。100%頭ごなしに悪いとは言わないけど、まあ現にこの社会、競争社会で我々が競争することで発展していく側面というのはあるわけで、全てが悪いわけじゃないけど、ただそれだけで私たちの存在っていうのは到底語れないからね。ただ競争するだけで終わりじゃないから。我々社会人である前にね、やっぱり人間であり、人間である前に動物であり、動物である前に DNA の媒体でありね、DNA の媒体からさらに深掘りしていくと、やっぱりね、私たちの正体っていうのは霊魂でありね、宇宙の一部であってね、こんなその現代社会のルールだけが私たちの全てだってことはありえないからね。そこだけ盲信して最後までいっちゃうとやっぱりとんでもないことになっちゃうから、なんかこのお相手さんのそのウィークポイントをむしろ、まああなたのウィークポイントを結局操られたあなたは
ね苦境に陥ったと思うけれども、同時にこの方のウィークポイントを今はあなたは見れるはずだから、なんかそれを教えてあげるっていうのがあなたの役目かもしれんよね。